Hi everyone、宗藤ちゃんです。本日の動画はトレーラー左側面にあった大きな穴およびその他のダメージを修復していくのを見ていただこうと思います。このキャンパーがこれからどうなっていくのか気になる方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、通知をしてください。よろしくお願いします。それでは今回は左側面のダメージを直していきます。直すべきところが4箇所あるんですが、その一つはかなり大きなダメージなんです。セーラーさんの話ではちょっと前つばですが、もともとの持ち主が近隣住人との小競り合いで斧で壊されたとか、ちょっと信じられないですね。ダメージの部分を切り取っていきます。中のフレームも少し直す必要がありそうです。ここは湿っていてカビが生えていますが、木材自体はグズグズにはなっていなさそうなので、とりあえず乾かして様子を見ます。切り取った部分につけるアルミシートをサルベージのスクラップシートから切り出します。これは前の持ち主がこの補修用に手に入れたものをトレーラーと一緒にくれたものです。多少の歪みへこみがあるので気になるところを叩き直しています。切り出したシートをきれいにしていきます。付着している古い止水テープや浮いているペイントをこそげ落としてから、ペイントストリッパーを吹きかけて時間を置いてスチールウールでこすっていきます。なんかおかしいなと思ったら、間違えて両方とも同じ高さに切ってしまっていたので切り直しています。オーバーラップできるように下側のシートの角をちょっと加工しておきます。こんな感じ。下側は差し込むようにして、サイドと上部はオーバーラップさせて止水テープを貼っていきます。良い感じなので前の方の R をマーキングして切り落とします。これであとはつけるだけです。他のダメージは小さいのでパッチしていきます。絶対やらなくてはいけないわけではないですが、やはり気になるので止水テープを貼る部分のペイントを剥がしていきます。ちなみに最終的にはペイントは全部剥がして塗り直すつもりでいます。その塗り直しは完成直前の工程を予定しています。作業を始めて4日間、ちょうど晴れの日が続いて湿っていた部分もすっかり乾いたようです。これはもうこのまま閉じてしまおうと思います。折れた骨組みを直していきます。この部分は上部のシートを打ち付けて留めるので、ちゃんと直しておかなければいけません。上から貼っていくことになるのでマーキングをしています。真ん中を仮止めしてから止水テープを貼っていきます。前の方は
J レールが来るのでステープルで留めます。他の辺はこれ、リベットで留めます。この道具、存在は知っていましたが、初めて使うのでちょっとドキドキです。ドリルで規定の穴を開けてリベットを差し込み、リベッターという道具でかしめて留めていきます。ちょっと分かりにくいですが、真ん中の部分がリベッターに引っ張られて筒の中に入っていき、それにより筒が少し太くなることでかしめられるようです。結構しっかり止まりますね。穴を開けてひたすらリベットで留めていきます。またこれ何やねん。うまくいくとリベットの中の棒が断裂して取れるのですが、慣れていないからかかなりの確率であらぬところで断裂して棒が残る現象が多発しました。もし視聴者の中でどうすればうまくできるのか知っている方がおられたらコメントの方で教えてくださいね。僕は仕方なくグラインダーで切るしかできませんでした。最後に J レールを取り付けて作業終了。まあ慣れないことの割にはなんとか見れるようにできたのではないかと。今日はここまでです。次回もお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。本日の動画いいねと思ったらいいねボタン、チャンネル登録通知オンよろしくお願いします。それではまた。See you next time. Bye.